はい、いつも仮面チューブをご覧くださいまして誠にありがとうございます。ネットをされていて、特にツイッターですね。それでもって亀さんに詳しい方であれば誰もがきっとご存知になっているのではないかなという、あの仮面中の一件から3年が経ちました。とある神社で亀さんが現れて、で神社の方々と一緒に、その亀さんを保護したっていう、そういう話なんですけれども、驚きの連続でしたし、細かく見ても全体的に見ても非常に温かな内容の一件でした。ただそれを私の視点であって、他の方々から見た感じだったらどうなのかがちょっとわからない部分はあるので、一部ネットではね、私が神社の方に粘着をしていたっていうふうに書かれていた一部分もあったので、3年っていうこともありますし、またね、あれから3年っていうこともありますし、あの時の経緯をですね、ここでちょっと振り返ってみたいと思います。はい。で、一番最初はですね、私が私の視点から話していきますね。最初ですね、確か仮面中のアカウントをツイッターのアカウントを開いてエゴサーチみたいなのしてたんですよ、確かね。でそれでエゴサーチをしてる最中にパッと目についた、もう亀センサーが反応したんですけど、パッと目についた記事があって、でそこにはこう書いてあったんですね。この亀さんどうしたらいいでしょうかっていうふうに書いてあった、迷い亀だったようなんですね。でその迷い亀はその後、その一時保護された方が、手を洗っている最中にどこか行ってしまったと、そういったツイッターの内容が書かれてて、で、その亀さんの種類ですね。もうパッと見て分かったって言っちゃあれなんですけど、琉球ヤマガメじゃん。珍しいなーって最初はね、珍しいこともあるもんだなっていう感じで見てたんですよ。それでアカウント主の投稿主様のアカウント名を見てみたらですね、星川杉山神社って書いてあったんですよ。その時にもう声出ましたね。って本当に目を丸くしました。って。この星川杉山神社っていうのは、私が小学校の時から住んでいるところの本当に最寄りといってもおかしくないところに鎮座されている神社なんですね。もう本当に坂奥だって上がったらもうそこが星川杉山神社っていう感じなんですよ。ってさすがにでした。はい。だってしかも琉球ヤマガメって沖縄東北部だとか、久米島、渡嘉敷島にしか、生息しない天然記念物の亀さんなんですね。横浜にいるわけがないんです。はい。だし、私の視点から見るとですね、私は仮面中っていう風に、活動してますけど、沖縄東北部に行った時にですね、生物多様性をすごく感じまして、いろんな生き物が自由にのびのびと過ごしている、野生動物を優しく包んでいるような空間をリスペクトして仮面中っていう風にしてるんですね。でまさにそこの
沖縄と北部の、亀さん、天然記念物の亀さんなので、私としては、なんかあるみたいななんかそういう不思議なのあるみたいな、まあそういう気持ちになりました。で、実質的にこう、落ち着いてって実質的にこう考えたときに、何か役に立てないかな。どうしたらいいでしょうかって。まあ、なんていう亀さんでしょうかっていうこともありますし、まあ、知らない人よりも知ってますから、まあ、何かお役に立てるんじゃないかっていうふうに、思ったので、ちょっと放心状態続いて、これは連絡を取ろうっていうふうに思いました。で、その星川杉山神社様の一番最初のそのどうしたらよいでしょうかっていうツイートが、10月22日にされていて、私が気づいた時にはだいぶこう時間が経っていたんですね。で、最初は、電話をしたんですね。直接電話をしました。それで、どんなところにいるかとか、アドバイスをさせていただいたかと思います。まあ、亀さんがいるであろう場所っていうのは、だいたい目星はつくと思いますので、亀さんに慣れてますのでね、どんなところに隠れてるかとか、まあ、そういうのはわかると思いますので、探しに行ったりしてもいいですかっていうふうにまず電話で、確認をしたんですね。まあ、何かお役に立てればという感じで、お伝えしたかと思います。そしたらば、まあ、結構その時には夜遅かったと思います。暗くなっていたかと思います。で、今から行ったりしてもいいですかっていうふうにお伝えしたんだと思いますね。で、そしたら、まあ夜に参拝されている方もいらっしゃいますし、その他、まあちょっと表現違うと思いますけど、お散歩みたいな感じで、こう、夜通られる方もいらっしゃいますっていうようなことをおっしゃっていたかと思います。ということで、まあ、探してはいけないという感じではないんだなというふうに思ったので、その翌日ですね、朝早く、亀さんが活動しそうかなっていうような、朝早くに、早速そちらの方に、探しに行きました。ただやっぱり神社なのでずかずかといろんなとこ入っていったりしないように、気をつけながら、まあ、何度もこうまあ、回るような形で、細かくライトとか照らしながら、探したわけですね。はい。まあそれが10月28日のことでした。はい。で、それで10月29日になりましてね、ツイッターのアカウント名とかお伝えそうか、お電話の後かな。違うか。一番最初に、ツイートで、電話より先だ。電話より先に、アドバイスのツイートをさせていただいたんですよね。どういうところにいるかとか、落とし物として扱われているかもしれないとか、もしも気づかれずに落とし物として扱われているかもしれないとか、まあ、そういったことを一番最初にこうメッセージで送らせていただいたんですよね。それでそれから電話したわけですけど、でそれで29日になりまして、担当の方からツイッター担当の方から、ご連絡があって、で非常に
まあこういうことになって、で結構そのツイート自体も琉球山亀でしたから、結構拡散されてたりとかして、結構騒がれちゃってたわけなんですね。でそこで神社の方は、まあ、申し訳ない気持ちっていうことを、その時にお伝えいただいて、でそれで、まあ私がこう探したいという何か協力できないかっていうことに関して、神社の方々で相談するということで一回保留をしていただいたような形でした。まあ非常に解決に向けてすごい前向きな、内容でしたね。私としては非常に温かいものを感じたような気がしました。でそれでその前日には、私は探しに行っているわけなので、まあこう倒木があったりとか、まあ枯葉が落ち葉があったりとか、なんか物が置いてあったりとか、まあそういうところの隙間に隠れている可能性がありますよとか、まあそういった細かなアドバイスをその時に、させていただきました。それで、検討していただいたようで、10月31日にですね、メッセージが届きまし、神社の方からメッセージが届きまして、早期の解決を願って、以前から検討していた、こう神社にはこう結構急勾配な斜面地がありまして、まあ、そこの、清掃作業を、するということで、そちらの清掃作業に、参加されませんかというお声をかけていただきました。いや、まさに清掃作業に、神社の清掃作業に参加させていただけるということ自体が非常に光栄だし、貴重な経験になりますので、もうそれ自体でも嬉しいなと思ったんですけど、ただやっぱりね、その時にはもう結構拡散されて、あまりよろしくない、多方面でこう影響が出ていたということで、まあ、早期解決を願って、早期解決にこう歩み寄れたらっていうことでこうお声をかけていただきました。まあそれでもうそこからというもの、もうお掃除をすることが一大行事みたいになりまして、非常に嬉しいというか、参加させていただきたいなと、もうお掃除寄りになってったんですね、気持ちがただやっぱりね、その中でもやっぱり、まあ、解決に向けて役に立つことが私の一つの役目でもありましたので、まあお掃除を中心に、まあ着々とこう亀さん発見の準備みたいなのは進めておりました。まあ神社のお掃除をさせていただくということで、新品の靴を、そこで購入したわけですね。こちら琉球山亀のカラーのこの靴を、その時に買いましてね。でそれでこの靴を履いてお掃除をしたのが11月2日の日でしたね。まあ本当にもはやこう清掃寄りの気持ちで臨んだわけですけど、ただまあ半信半疑で見つかるかもしれないので、半信半疑でまあその時仮面チューブみたいなのもあらかじめ取ってたりはしてたんですけど、ただもう本当にお掃除がありがたくて、もうお掃除の最中に
まあ、どうかなったとしてもいいやぐらいの気持ち。結構急勾配だったんで、まあ、怪我をしたりとか、まあ、全然何でもありだな、みたいなくらいの、献身的な気持ちで、お掃除をさせて、お掃除に臨ませていただきました。これで、で、皆さん非常に温かい、以前亀を飼ってましたとか、非常に温かい、こう、会話をしていただいて、非常に温かく、こう、迎え入れていただきました。それで温かく迎えていただいて、で、それで、まあ私の役目っていうのがありますから、亀さん、どの方向に行ったんですかっていうふうに聞いたら、あっちの方向って、まあ、なんとなくですね、なんとなくあっちの方向に歩いていくのは見えたっていうふうに、言われて、でもその時にですね、亀さんのもう薄めでこう亀さんのこう行った行動の先がこう読めたっていうか、本当にそんな感じ。亀さんの歩き方とか、まあ、すぐにこう物陰に隠れたがるとか、こうなんていうの？壁沿いに歩きたがるとか、まあそういう部分がわかるので、もう薄めでこう行ったんだろうな、こうフェンスの方に、こうフェンスの方沿いに、違うな、ちょっと段があって、段を登らずに段に沿いながら歩いてって、で、フェンス沿いに下に下ってって、で、それで、こう急勾配だから、下にはこう転がり落ちるようになっちゃうんで、ある程度、下ってったところで横にしか移動できないだろうなっていうのは分かったんですね。っていうのは、なんとなくこう見えました。亀超能力。亀超能力で、それは見えたんです。なので、あっちの方向にいるんだろうなっていうふうに思ってたんですね。なので、ってそっちの方、って見ながら、お掃除はこっちの方から始まったっていう感じで、で、お掃除しながら、ってあっちの方見てたりとかして、で、それで途中で、まあ、手分けしてそっちをやられてた方もいらっしゃったんですけど、途中で、神主様からかな、お声かけていただいて、佐藤さんあっちの方やってくださいっていう風に、まあ単純に手分けっていうことだったのかもしれませんけども、それであっちの方、できるって思って、それで、急勾配だから、で、私も運動不足だったんでね、もう足がもうだいぶもつれてきてて、もうその時には本当に運動してない時期だったんで、お腹も出てる。で、それで、でもまあ、過去に運動してたこともあるし、まあ、プライドもあったんで、まあ、一生懸命やって、で、ただね、足がもつれてるんで、もうその時には、もう、ザザザザザーってこう、滑り落ちながら、枯葉を、下に落とすっていう作業をしてたんですね。はい。一番最初に、枯葉を下の方に落として、で、下で、集めるみたいな感じだったかな。で、登って、下に集めてってやってたら、ザッて、途中の方で、ザッてこう枯葉を落としたら、落としたっていうかね、私が落ちてった最中だったんですね。ザザザザザーってなっている最中で、いましたって言って、そしたらもう A ですよね。A で、まあ、もう真っ先にこう、駆けつけてくださって、カメラを持って、こう駆けつけてくださったんですよね。で、そこで、写真ですね。
こうか、こっちか。そこでこうやって写真を撮ったわけですね。カシャッで、まあいろいろざわざわっとしますよね。で、神さんが近寄ってきて、ドラドラっていう感じでこう、確認のために、こう見に来てくださって、あ、これはわからないわっていう感じで、で他の方も10何人かの体制で14人体制だったかな。で探してた、お掃除してたんですよ。探してたじゃない、お掃除をしてたんですね。でそれで、お掃除を、その中で私がそういった形でこう見つけさせていただいたっていう感じ、そういった経緯なんですね。それでまあ本当にざわざわっと佐藤さんが見つけるっていうのがわーっていう感じで、いろいろやっぱり驚かれていらっしゃいましたね。はい。まあある程度私の、知識もまあ役立った部分もあったのかなっていうふうに、まあ今思うと思いますね。それでしばらくね、私そのまんま、手に持ってどこにも行かないように、私がね、亀さんの持ち方とか私が一番詳しいので当然ね。でそこで、まあ私だけ見守っててくださいねっていうことで、私だけお掃除を先に上がって、でその斜面の上の方の、平地のところでこう亀さんを大事にね、その時近くに入れ物も何もなかったんで、まあ、私が手で、大事に、保護をさせていただきました。まあ、その時にね、私も記念写真って言ってスマホでこう写真撮らせて、でツイッターにアップしましたけど、まあ、そんなこともしましたね。はい。でまあもちろんその時には警察の方にお電話をして、まあなるべく早く専門の動物園などに、連れてってあげてくださいということをお伝えしました。で私が警察の方に電話させていただきました。で今持って保護をしてますっていうこともお伝えしましたね。はい。でそれで、割とすぐにこう来てくださったかな。一番最初なんかなんだろう、押収物を押収する時のビニールの袋みたいなのを手に持たれていたので、それですかっていう感じで言ったら、神社の方が優しいのでケース探してきてくださって、でそこで初めてケースを手に取って、ケースの中に亀さんを、入れたという形ですね。はい。でそれでそのケースのまま、警察の方に連れて行ってもらって、でその後もし、分かったら、連絡くださいっていうふうにお伝えをしました。でひとまず神社での出来事だったので、まあ、神社の方に、連絡をしますっていう話になったんだと思います。これでまあどこどこの専門施設に一旦どこどこに行くっていうことが決まったっていうことが確か情報として入ったと思います。でその後最後にですね、いろいろとその警察の方にもさらにアドバイスをさせていただいて、この亀さんは陸亀ではないので、お水の中に生息するような亀さんではないので、お水を入れるにしても、浅くしてあげてください。で土の上で住むような亀さんなので、そういった管理をしてください。
でお水場を少しだけ設けて、お水飲み場、餌を食べる場所にしてあげてください。どんなものを食べますよとか、そういったことを詳しく説明をさせていただきました。で、必要であれば用品類とか協力できますよっていうことも、お伝えをさせていただきましたね。でその後で間もなく、どこどこで管理をするっていうことが、決まったという話が、情報として入ったと思います。はい。で、当然保護したのは私だったので、電話をしたのも私だったので、その後、ね、もしも、天然記念物、琉球ヤマガメではなかった場合ですね。なかった場合。で、それでもって飼育とかができる場合に、私が思ったこと、考えたこととしては、もしも飼育できる、管理できるような、亀さんだった場合には、で、私の手元に一度来るのであれば、一度その亀さんは、その星川杉山神社をある意味選んだのかもしれないって思ったので、最終的に飼育方法とかアドバイスをして、星川杉山神社に収めるっていうような形はどうかなっていうふうに私としては思ったので、警察の方に電話して、もしも琉球ヤマガメではなかった場合、必ず連絡もらえますかっていうふうに聞きました。はい。結論としまして、野毛山動物園に、一度管理をされて、でそこで、精密な検査をしたところ、琉球ヤマガメであったというふうに、警察の方で発表がありました。でその後すごかったですね。神奈川新聞にバーンと載って、これ拾得物は天然記念物、バーンって載ったんですよ。これ琉球ヤマガメ発見っつって、すごいですよね。でここからもカナロコにもカナロコにも載って、カナロコの第1位のアクセスランキングになったんですよ。すごいですよね。でそこからいろんな、メディアから取材があって、で全国放送の特ダネにも、インタビューされて、で、コメントさせていただいたりとか、何個かのメディアの取材を受けて、でそれも放送されたっていう、すごいことになりました。はい。今考えてみると、一生懸命お掃除をしようっていう気持ちが、なんか解決に向いたような気もしますね。最後の方に神社の方が言ってらした、お掃除するといいことあるのよみたいなお言葉がすごい印象に残ってますね。もう言ってた時がもう日が差してて、すごいなんか光り輝いてたのでああやっぱすごいなって思いました本当に。あくまでね、私目線、私の視点で、話させていただきましたけども、はい、いかがでしたでしょうかね。3年目、大体の経緯はお分かりいただけたのではないでしょうか。あれから1年、
あれから2年というふうに、本当にね、いろんな感情を持って臨ませていただいた出来事だったので、前回はちょっとね、なんかちょっとシリアスっぽくそういった心の一面というか、そういったものを仮面チューブ投稿の一つの投稿として、記憶として、残させていただいたわけですけども、今回はね、まだその経緯みたいなものをこうお話しするっていうのはしてなかったので、今回はそれを、させていただきました。あの時本当に、神社の方々にこう私のこう役に立ちたいっていう気持ちを汲み取ってくださって本当に、ありがたく思います。はい。これで、その年末にはこの年末詣の御朱印がこちらの亀さんだったわけですね。いやー、もう本当に一生の思い出です。はい。また1年経ったらまた別の視点から投稿してみたいと思います。はい。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。